はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回ね、ご紹介する料理はこちら。はい、ピペラードでございますね。で、こちらのピペラードなんですけども、どちらの郷土料理かと言いますと、せーの、ドン。はい、こちらね、バスク地方ですね。バスク地方を代表するピペラードという料理になります。もうこちらのね、もうバスクを代表するってもう本当に言っても過言ではないぐらいもうメジャーなね、料理になりますので、こちらのね作り方とですね、あと私が旅した時の私がですねこのバスクの方を旅したことがありまして、その時にバイオンヌの方に足をね止めたことがありまして、その時のね旅の写真なんかも何枚かお見せしようかななんて思っておりますので、ぜひぜひ最後まで見ていってください。それじゃあ早速皆さんのグラフィックバードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい。では材料の紹介です。こちらね、パプリカになりますね。基本は赤と緑があれば大丈夫です。で、黄色もね、もしあったら使ってみてください。で、玉ねぎ。こちらもね、必ず使います。で、生ハムですね。で、ニンニク。はい、今回はホールトマトを使います。できればね、完熟のトマトを使ったりします。で、こちら卵。で、こちらが、ピマンデスペレットっていうバスクのね、唐辛子になります。で、まず玉ねぎの方はさいの目に切っていきます。こんな感じで OK です。で、パプリカの方は種の方を取っていただきまして、で、今回はちょっと長めにスライスします。こんな感じですね。で、緑の方もこんなように切っていただければ OK です。で、生ハムは使いやすいような感じで、私はちょっと3分の1でカットしまして、で、ニンニクは潰してからアッシェにしてください。こんな感じになってれば OK です。で、ホールトマトの方はザクザクと大きめにねカットしていただいて、でもしね、完熟した真っ赤なトマトがあればそちらの方を使っていただければよりバスク感は強くなります。こんな感じですね。で、鍋にですねこちらオリーブオイルですね。で、そこに生ハムを入れていきます。ここでね味出しをしていきます。で、全部は使わないで半分だけまず入れました。で、もし可能であれば生ハムのこのね油を使ってこう味を出すところなんですけど、なかなか難しいところですので、ここは生ハムを半分使って味を出していきます。で、そのまま玉ねぎを入れて、でしっかりね透き通るまで炒めていきます。軽く塩をしまして、で炒めましたら、ここでパプリカ赤と黄色だけ入れてください。でね、こうブレゼにするわけではないんですけども、ちょっと深めの鍋に入れて、こうね、熱をこもらせるような感じでじっくり火を入れていきまして、でそこでニンニクを入れていきます。ニンニクは必ず後入れになります。先には炒めませんので後入れでお願いいたします。で、ここでしっかり炒めていただいたらトマトを入れまして、でよく混ぜます。で、そうしましたら各野菜から水分が出てきますので、弱火でねコトコトじっくり煮てください。で、その時に、一度ね揚げた生ハムこちらね入れてあげてください。で、よく混ぜて、でじっくり火を入れていきます。こんな感じですね。で、このまましばらく置いておきます。はい、こちら緑パプリカの方を素揚げします。もうこれは火が通ればいいだけですので軽くで大丈夫です。こちらで、なぜ素揚げをするか、これはもう完全に私のこだわりですので、ここについてはまたね後ほどちゃんと解説を入れます。
はい、ではね、だいたい10分から15分ぐらい、弱火でいったところで一度味を見ていただいて、で塩をねここで決めていきます。もうここでねだいたいもう仕上がってますね。で最後にここでピーマンデスペレット、ここでねしっかり、入れて辛みをね加えていきます。で味を見て決まっていればもうこれで OK ですね。でそれをこういったね鉄鍋に入れていきます。で卵のねポケットをちょっと作ってあります。でここで緑のパプリカを散らしていきます。で卵入れます。でこれで200度のオーブンでだいたい8分から10分入れていきます。もうこれはね卵の表面が固まってくれば OK です。こんな感じですね。で生ハムを散らしまして、でピマンデスペレット、バスクの唐辛子ですね。バスク地方のピペラード、いかがでございますでしょうか。食べるときにはこうやってねカリカリのバケットを添えてください。では実食です。おー、美味しい。こちらのねピペラードなんですけども、バスクを代表する郷土料理の一つで、このピペラードの作り方っていうのが結構すごい重要で、ソースバスクっていうソースの基本にもなったりする料理だったりします。でこちらね、非常に簡単に、作れるんですけども、非常にね、色鮮やかに、野菜もたっぷり取れて美味しい料理ですので、ぜひぜひ、チャレンジしてみてください。はい、こちらね私の宝物の一つですね。だいぶね古びてはいるんですけども、こちらどういったものかっていうと、バスクのバイオンヌの方にですね、短い期間だったんですけども滞在してた時に、とあるねビストロの方で、ちょっとだけねお世話になってまして、でその時に、いよいよね、日本に帰るっていう時に、そこのね方々から私にっていう形でプレゼントでいただいたものです。またねちょっと時間があったらバイオンヌ行きたい街ですね。はいどうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。バスク地方のピペラードでございました。ここからはね、ちょっと専門的なお話をさせていただきたいと思いますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずね、こちらピペラードというね、言葉の語源なんですけども、バスク語のピペールという言葉から来てます。でこのピペールっていう言葉自体が胡椒とか唐辛子とかそういった意味合いになるんですけども、そのピペールがピペラードという言葉になっていったっていうことですよね。で、まずこちらのね、旗をご覧いただきたいんですけども、せーのドン。はい、こちらねバスクの旗になります。でこのね赤白緑このね3色なんですけども、これを表現しているのがこのピペラードになりますね。でまず赤のトマト、そして白の玉ねぎで、緑の緑パプリカになるんですけど、この緑パプリカに関しては現地の方ではピマンドアングレっていうですね、アングレ産の緑パプリカを使うのが、結構常識だったりはするんですけども、こちらをね、表現するのがこのピペラードっていう料理だったりします。で、私なんで、この今回作る料理の中でですね、この、緑パプリカの方を素揚げしたかっていうことなんですよね。で、現地の方ではこれは一緒に煮込んでます。緑も赤も一緒に煮てるんですけども、色がくすんでしまうんですね。
で、私はこの素揚げすることで色止めをしてます。で、じゃあそれは最終的にこう見栄えを良くするためにやってるんですかっていうことだと思われがちなんですけども、実はそうではないんですよね。で、私はこのバイヨンヌという街をこう旅した時に、この人の温かみとかですね、人懐っこさとか、そして街自体がこうね、色鮮やかな街並みだったりするんですよね。で、それを表現するのには絶対この緑をくすませてはいけないっていう、自分の中でこうありまして、でこのバスク、バイヨンヌを表現するんであれば、私はこれは絶対色は鮮やかにいくべきだということで、こういった形を取らせていただいております。私はね、このバイヨンヌの方々に非常にね、温かく迎え入れていただいて、いろいろ教えていただいて、そしてね、非常にね、いろんなものを覚えさせていただいたんですけども、この温かさもあって、非常にね、このリスペクトした形で撮らせていただいております。はい、次にですね、このパプリカの方を本来はこう角切りにします。で、角切りにするんですけども、私は今回、長細く切らせていただきました。で、なぜこう角切りに切るかっていうところなんですけども、角切りに切って、あそこのニンニクを入れて、こう最後ね、こうトマトで煮込んでいく。で、味がね決まるところまでのところで、ソースバスクになります。で、あれをですね、例えばこうポワレしたこうマグロだったりとか、こう鶏にね、こう使うことで、またね別の郷土料理になったりはするんですけども、基本的にソースバスクの作り方とこのピペラードというのはイコールになりますので、実はね非常に重要なものになってきます。で、このソースバスクに、この卵を添えて、で、火を入れたものを、ピペラードっていうイメージで、言っていただければ OK かなと思います。で、こちらのねピペラードに関しましては、今回私はこういったね、この目玉焼き状にしてはいるんですけども、中にはこう崩してこうオムレツ状にしたりとか、こういろいろな形はあるんですけども、私はね、どうしてもこのバスクの旗をイメージするためにですね、このピペラードの形を取らせていただいております。はい。それとですね、ニンニクを入れるタイミングですよね。一般的なこうイメージでいくと、こう油を入れた時に、このニンニクを入れて香りを出してから、野菜を入れてっていうイメージあると思うんですけども、実はこのピペラードは違いまして、最初には絶対ニンニクを入れません。これは絶対のルールです。で、なぜかということなんですけども、最初にまず玉ねぎを炒めていただいて、透き通るまでまず甘みをしっかり出します。で、その次に、こうパプリカを入れていって、で水分を出していくんですね。で、この野菜のジュースが出始めたところで初めてニンニクを入れます。で、そのことによって、強いニンニクの香りではなくて、まろやかなこのニンニクの香りを移していく。で、あくまでピペラードというのはこの野菜が絶対の中心の味の組み立てをしなければいけませんので、ニンニクを前面に出すというよりかは、この香りを引き立てる、野菜の香りを引き立てるためにこういったニンニクの使い方をするっていうところですね。ここがまたピペラードの奥深いところだったりします。はい。はい、ということでね、ここからちょっとね、バイヨンヌのこう旅した時の写真をお見せいたしますね。で、まずこちらね、バイヨンヌ駅になりますね。で、こちらの駅を出てからちょっとね、こう歩くと、もう本当にすぐ目の前にですね、ニーベ川というか、川がありまして、そこの橋を渡っていくと、グランバイヨンヌとプティバイヨンヌっていう町にね、2つに分かれます。で、なんでそんなことになってるかっていうと、このバイヨンヌという町のにですね、このニーベ川がこう横切ってる形になりますので、グランバイヨンヌ、大きなバイヨンヌとプティバイヨンヌ、小さなバイヨンヌっていう形で、2つの地域が分かれてるってところですね。で、このグランバイヨンヌの方にこのね、サントマリー大聖堂ですよね。こちらがありまして、で、プティバイヨンヌの方には、バーがあったりとか、住宅がね、もろもろあったりとか、大学があったりとかっていうような感じですよね。はい。で、こちら。はい。私がね、ちょっとしばらく滞在させていただいてた、アパートになるんですけども、こちらですね、本当にもう映画で出てくるような、もう古い建物で、見てください、このエレベーター。これですね、一見大きそうに見えるんですけども、私が人一人入るのが、やっ
トなんですよね。で、古い建物ですので、後付けでエレベーターつけるとね、こういった形の小さなエレベーターになってしまうっていうところで、あるんですよね。で、中の方は、私の部屋はですね、これ3階建てになってまして、1階にね、こういった、リビング、キッチンがあって、で、2階の方で居室、で、3階の方に、水回りがあったり、みたいな感じのね、ところで、ちょっとね、過ごさせていただいておりました。はい。で、こんな感じで、ね、街並みなんかも、こんな感じの街並みでございまして、で、これがね、実際に、市場の方なんですけども、このエビですよね。大エビのことをですね、向こうの言葉でガンバスって言うんですよね。で、このガンバスをですね、半分に割ってですね、プランチャーで焼いて、で、そこにアメリケーヌをバーってかけてですね、で、そこにもうピマンデスペレットバーってかけて食べるのがまたうまいんですよね。これね、非常に好きなメニューの一つでしたね。で、お次こちらがもうバイオンヌといったらね、ジャンボンドバイオンヌっていうね、生ハムがあるんですけども、それをね、ここへ来たらもう間違いないっていう、ピエール・オデイサさんのね、お店になるんですけども、この方はですね、ピレネー山脈のバスク種のキントア豚ですよね。こちらを絶滅しかけのところを復活させて、で、一大産業にね、した非常にね、情熱のある酪農家さんになるのかな、になるんですけども、この方の努力もあって、今このキントア種の方が随分ね復活を遂げてきて、で今ね、バスクの特産品になってるっていうところで素晴らしい、活動をされてる方ですね。はい。で、私お会いしたかったんですけども、お会いしようと思ったら、ちょうどですね、ピエール・オデッサさんが日本に行ってて入れ違いになってて、なかなか面白いことがあったんですけどね。はい。そんなね、思い出もあったりとかっていうのが、このバイオンヌでございますね。またね、このバイオンヌ、またね、機会があったら絶対行きたいなって思ってる街の一つです。はい。最後までご視聴ありがとうございました。YouTube 公式の登竜門である、ハイプ機能が当チャンネルにも実装されました。スマホ限定の機能ではあるんですけども、公開から7日間、応援していただくことで世界に動画を広めることができる特別なボタンです。このチャンネルは期待の新人クリエイターの上位ランクに挑戦いたします。スマホ画面の流れ星マーク、ハイプボタンからですね、皆様の応援を届けていただけたら大変嬉しいです。皆様とね、一緒にもっと大きなステージで料理ができることを楽しみにしております。ハイプボタンはどなたでもね、週に3回まで応援することができますので、チャンネル登録、高評価、そしてハイプへのご支援、どうかよろしくお願いいたします。今回ね、ご紹介しましたこちらピペラード。なんといってもね、バスクの特産でもあるこちらのね、ピマンデスペレット。こちらをね、使う、料理になってくるんですけども、またね、この唐辛子なんですけどもね、またね、こちら上品なね、唐辛子の風合いも、もちろんピリッとはしてるんですけども、このね、使い方としては、お魚にね、ちょっとつけて、焼いたりとかすることもあります。むしろ、フランス人のシェフの方はかなりやってるんじゃないですかね。結構スタンダードな、地域はあると思いますね。それぐらいやっぱりフランスの方でもシェフの方々では非常にね、マストアイテムとして使っている食材の一つだったりします。皆さんどんな唐辛子料理好きですかね。私はですね、やっぱりね、インドカレー作るので、インドカレーで使うこの唐辛子の使い方っていうのはすごい好きですよね。また容赦なく使ってくるところがねなかなか好きだったりはするんですけども、皆さんどんな唐辛子料理好きですか。ぜひね、コメント欄の方に書いていただけたら嬉しいです。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。